はい。皆さん、こんにちは。アミティ先生でございます。今日はですね、キャンバのとある機能がもうめちゃくちゃすごすぎてですね、ちょっとそれを紹介したいんでございますけれども、キャンバのですね、ウェブサイトを作る機能が最近ついたんですけど、これがマジですごいんですよ。これね、キャンバだけで全部作ったんですよ。ウェブサイト作りたいと思ったらさ、まずデザインしなきゃいけないでしょ？あと、コーディングしなきゃいけないですね。あとは、サーバーもいるね。ドメインもいるね。ドメインっていうのは、アミティ先生 .com みたいな、そのアミティ先生 .com を入手しなきゃいけないんですよ。まあね、素人がやろうと思ったら結構大変なわけでございますよ。それがね、キャンバで、これ全部できちゃうんですよ。デザインもコーディングも、サーバーも、ドメインも。ウェブデザイン会社泣かせですよね。今日はその作り方をね、ちょっと紹介していきたいと思います。ポートフォリオのウェブデザインを作っていきます。これね、自分の作品、iPad で書いた作品とかをさ、人に見せるときにインスタとかでもいいんですけど、やっぱこういうね、ウェブサイトとかを作っておくと結構好印象というかね、仕事が取れやすくなったりしますので、ぜひクリエイターの方真似していただければいいかなと思います。今日はですね、LG さんからご提供いただいたこのグラムスタイルという PC を使ってちょっとね、チュートリアルをやっていきたいと思います。キャンバって、アプリもあるんですけど、ブラウザーでもいけるんですね。このブラウザー上で作っていくっていう形になるので、iPad とこの LG グラムスタイルを使って今日はやっていきたいと思います。これ見てください。このね、わかりますか？このグラデーション。デザインがね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。ちょっとね、こうやって傾けると、このおしゃれなグラデーションが、で、ここのタッチパネルのとことかも、ほら、すごいでしょ？このグラデーション。めっちゃおしゃれなんですよ。しかも超軽いの。超軽い。すごくおすすめなので、これちょっと動画の最後に説明させていただきますので、まずはですね、このキャンバのウェブサイト作り、おしゃれな PC でおしゃれなウェブサイトを作るという企画でございます。やっていきましょう。はい。で、これがですね、私がキャンバで作ったポートフォリオのサイトなんですけど、これキャンバのテンプレをね、いいのを見つけてきて、で、自分でこうね、画像を差し替えただけでこんな感じのおしゃれなのができたんですけど、でね、このデザインを作って、上のところにウェブ公開みたいなボタンがあるので、これを押すだけなんですよ。これ押したら、もうね、ウェブのなんとか .com みたいな、このドメインが発行されて、もうそれポチ押して、みんなに共有したら、ウェブサイト完成みたいな。とんでもなくスピーディーにできてしまうということでね、これをちょっと説明していきたいんですけど、ちょっとサクサクいきますね。で、キャンバのホームのところから、ウェブサイトって検索してください。カタカナでもいいですし、英語でもどっちでもいいです。で、そしたら、ウェブサイトのテンプレートっていうのがすっごいたくさん出てくるんですよ。おしゃれなのがいっぱいあるんですよ。こういうのとかもめっちゃおしゃれですね。はい。こういうこういうのも可愛いね。女子いいんじゃない？こういうの。今日は、その中から私の一押しのやつを紹介したいんですけど、この概要欄のところにですね、このテンプレの URL 載っけておきますので、ここからジャンプしてもらったら、同じテンプレが作れます。で、このテンプレートをカスタマイズっていうのを押します。で、そうするとね、こんな感じのテンプレが出てくるんですよ。で、この画像ね、おしゃれな画像がたくさん今載ってますけど、これを自分のに切り替えていったんですよね。例えば、ここのやつね、とりあえずちょっと名前変えてみましょうかね。名前を自分の名前に変えてください。で、ここの写真を自分のやつに切り替えていくんですけど、切り替えるときはこの左のアップロードっていうところを押します。で、そうするとね、自分の写真をここにアップロードするんですよ。上のね、動画アップロードっていうボタンを押して自分のこのパソコンの中に入ってるやつをアップロードしていきます。で、例えば私だったらこういう写真とかをね、ストックしてるので、ここから、わかります？こうピチッとやるだけ。ピチッとやるだけ。で、ダブルクリックしたらこのトリミングとかをね、調整できるので、いい感じにこうトリミングすると。ここの写真はね、センスですね。この写真をいい感じのをね、見つけてもらえればいいんですけど、自分のイラストとかにしてもいいですね。アミティ先生だったらこのプロクリエイトの表紙のやつをペチッと入れ込むと。はい、こんな感じ。で、
で、ここ自分の写真ですね。自分の写真入れていきましょう。はい、これで OK。これでね。で、ここの名前のところをね、自分の名前に変えてください。で、このギャラリーのとこですね。自分の作品をここに載っけていくわけですよ。で、この時に自分の iPad で描いたイラストとかをこのね、キャンバにアップロードしていく感じになるんですけど、iPad の、これはキャンバのアプリですね。キャンバのアプリ開いて、今ね、この LG のグラムスタイルで作ってたデザインがここにもう出てきてるんですよ。で、これタッチします。で、そうするとこんな感じで、もうここ紐づいてるっていう感じ。なので、ギャラリーのところを自分の画像に変えていきましょう。プロクリエイトとかで描いたイラストとかですよ。こういうのとかね。こんな感じのとかかな。今までいろいろ描いたやつがあると思うので、これをアップロードしていきますね。動画をアップロードです。で、もうこっから入れてしまいましょう。LG の方に戻ってやってもいいですけど、もう iPad の方からもね、できちゃうので、こうやって、ゴニョ、ゴニョっとね。そうするといい感じになったんじゃないですか？ OK。で、こんな感じで、とりあえずね、この自分のイラストをここにどんどんアップしていってください。はい。で、ちょっとこっからまた LG グラムスタイルの方でやっていきたいと思います。まあこれとかもね、自分の好きなやつに変えちゃっていいんですよ。もうこれいらないなと思ったら削除。自分なりのやつを入れていくと。アミティ先生だったらこの本とかね、本とか並べて入れたいなって思ったら、こうやって本を入れて、このギャラリーのとことかも、今こう縦型になっているのは、ここの縦書きのテキストってとこをオンにしたら横書きになるから、自分の好きな英語に変えると。ブック。で、そうすると、まあ、テンプレのやつを必ずしも使わないといけないわけじゃないので、まあ、こんな感じで自分の好きなやつに切り替えると。ちょっと NFT のね、イラストも載せていきます。で、こういう最後のところね、最後の、メールアドレスとか、電話番号とか、変えてもらって、ここも大事よ。このコピーライトのところ。コピーライトは自分の名前にしてください。これは私のものよっていう、ここで証明するの。はい。で、これのね、例えば YouTube のリンクに飛ばしたいっていう時は、それもできるんですよ。タッチして、右クリしたら、リンクっていうボタンが出てくるから、このリンクのところを押して、YouTube のリンクを貼っつけたら、その外部に飛ばすこともできるみたいな感じなので、まあ、リンク機能もありますよっていう感じですね。で、ここまでできたら、これをウェブサイトとして公開していくんですけど、こっからがすごいのよ。ここのね、ウェブサイト公開を押すでしょ？で、そしたら、こういう画面が出てくるんですね。ナビゲーションはなしでいいですね。ナビゲーションありだとなんか上につくんですけど、とりあえず今日はなしでいいです。で、無料のドメインっていうのをします。キャンバは無料のアカウントと有料のアカウント、課金があるんですけど、無料の人でも使えます。で、その時は、mycanva.site っていうお尻にそれが絶対つくんですよ。有料にすると、自分の好きなドメインに変えることができるんですけど、無料の人は mycanva.site がつきます。とりあえず今回無料のやつでいきますね。OK だったら、ここの続行します。はい。で、ここの名前ですね。アミティ先生のサイトみたいな。みんなのお名前のサイトってやってください。で、このファビコンってわかります？サイトを検索した時にここに上にこうやって出てくるやつ。このファビコンも有料課金してる人は自分の好きなアイコンに変えれます。無料の人はできないですね。で、ウェブサイトの説明は、Google 検索した時になんか説明書きみたいなのが出てくるんですけど、まあ、それを入力することができます。ちょっと今日は仮で入れますね。これで発行します。発行中よ。これでもう今、ウェブサイトになってる。はい、なりました。ウェブサイトになりました。はい、見ましたよ。これでウェブサイトを表示。はい、来ました。はい。すごくないですか？おしゃれにできました。ほら、洗練されてる。やっぱりキャンバのテンプレをね、そのまま使うと洗練されるんです。で、このね、ここの上のやつのサイトの URL を、なんかそのクライアントさんとかこう見てほしい人に送れば、もう完了っていう感じでございます。
ます。もう一瞬でできてしまうというね、もう本当に、キャンバさんすごい機能入れてきたなって私はもうこれを見てね、びっくりしたんでございますけれども、はい、ぜひ皆さん作ってみてください。ということで、ちょっと最後にね、こちらグラム、今日はこれで作りました。すごいいいなって思ったのが、画面がね、めっちゃ綺麗なんですよ。私、後ろにね、ちょっと見えないかな。LG のディスプレイも使ってるんですけど、LG ってね、やっぱね、テレビとかでも有名ですよね。めっちゃ画面が綺麗なの。で、このね、LG のグラムスタイルも、有機 EL っていうすごい綺麗な、パネルを採用していて、なんていうかな、黒がすごいはっきりしてるっていう感覚なのかな。色彩もすごい綺麗なので、やっぱこういうポートフォリオとか、自分のなんていうかな、クリエイティブワークをするときは、やっぱ綺麗な発色の画面を使った方が絶対いいです。それがね、めちゃくちゃおすすめ。で、外で使った時の、なんかね、反射も少ないんですよ。こうパキッとしてて、しっかりこの光量とかもあるから、外で明るいところで作業するとね、見えなくなっちゃうんですけど、それもちゃんと綺麗に見えると。で、画面だけじゃなくて、このボディですよね。ボディ。さっきも言ったけどさ、わかるかな？この美しいグラデーション感。これね、男性が持っても女性が持っても、外でね、作業した時とか、なんか、決まる。おしゃれに決まりますね。で、しかも外で作業しててもめっちゃ軽いから、やっぱ正直に言うと、私が使っている Mac は、今めちゃくちゃ重いです。M1 のやつね。ちょっとやっぱ、すごいエンジンを積んでるからなのかな。やっぱ重いので、重いとね、ちょっと持ち運ぶのも若干億劫になっちゃうんですけど、多分半分ぐらいの重さでございますのでね、ちょっと荷物重いのが嫌な人はね、LG のグラムスタイルめちゃくちゃおすすめ。軽いし、おしゃれだし、画面綺麗だし、あとバッテリーがめちゃくちゃ長持ち。今日やったキャンバのウェブサイト作りとかは余裕で外でずっとやってても持ちこたえられるというような感じでございますね。ぜひよかったら概要欄のところにですね、この LG のグラムスタイルの詳細も載せておきますので、見てみてください。本当にね、いいから、すごいの。軽いのよ。はい。ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ぜひ皆さんね、春でございますので、自分のね、ポートフォリオサイト作って、今年新しいお仕事をゲットして、バリバリ iPad でキャリアを積んでいってもらえると、アミティ先生すごい嬉しいでございます。皆さん頑張ってください。はい。ということで今日は以上です。バイバーイ。